これはすごい。はい、というわけで皆さん、転造タップご存知でしょうか。そして使っておりますでしょうか。転造タップが今回のテーマになります。タップといえば切削タップが普通のタップとなっております。キリコが出るやつね、ピーッとキリコが出るやつ。転造タップはキリコが出ないということで、特殊なタップとなっております。最近転造タップがマイブームとなっておりまして、転造タップを取り上げた動画ちょっと作らさせていただきたいなと思います。組成変形を利用して、メネジを切るというものになります。肉を盛り上げてメネジを作っていくっていう感じなんで、キリコが出ないので、よくありがちなキリコが詰まって折れるっていうタップにありがちなトラブルがないということでですね、非常に優位点が多いんですが、なんか転造って切削抵抗というか抵抗が大きくて折れやすいんじゃないのとか、なんかトラブル多そうなんじゃないの、なんかちょっと面倒くさいんじゃないのという思い込みがねあると、私もそのうちの一人でしたということでですね、今回 OSG 様のご提供により OSG 様のね肝入りの XPF 転造タップをねレビューしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、加工していきたいと思います。使うね、ツールを紹介したいなと思います。下穴ドリルは、1、2、3種類ありまして、ADO シリーズとなっております。はい。ADO。O というのはオイルホールのね、O となっております。はい。ドリルサイズなんですが、M3 の下穴は 2.78 となっております。で、M8 の下穴は 7.38。M12 の下穴が 11.1 ミリとなっております。はい。で、今回の主役は SXPF-M3、そして SXPF-M12、両方波目ですね。そしてこちら真ん中 M8 だけオイル SXPF となっております。こいつだけオイルスルーがついた XPF となっております。はい、ではね、実際加工してみたいと思います。ブラザーのスピーディオの方にセッティングいたしました。はい、というわけでね、セッティングしたんで、加工をしていってね、転造タップとはどういったものなのかっていうのをね、ちょっと実感していっていただきたいなと思います。はい。で、こちら、OSG さんのタップホルダーもご提供いただいております。リジットタップがね、可能な機械で使用できる、ホルダーとなっております。はい。私の気に入っているポイントとしてはですね、センタースルーコレットと、あとコレットスルー、クーラントがね、このコレットの隙間から出るパターンと、センタースルー対応のタップを使った時に、先端からだけクーラントが出るコレットのラインナップがあってですね、非常に便利です。はい。外部給油用のコレットもあるということなんですが、私の機械センタースルーがあるということで、コレットスルーのタップ加工とセンタースルーのタップ加工両方やっていきたいと思います。私もね、もう個人的にこれよりもコンパクトなやつ1本と同じもの1本持っております。はい。ご覧の通りね、非常にかっこいいデザインとなっております。OSG ロゴもパリッと生えておりますね。アルマイトしたところにレーザーマーキングしたのかな。非常にかっこいいですね。はい。このタップホルダー、なんと、ロゴ部分が回りますので、目立ちたい方向にロゴを向けることができるという機能があります。はい。お気づきの方いられるかもしれないですが、私、今なんか声変やなみたいなところあると思うんですが、私コロナにね、かかっておりました。もう治って1週間以上経っているという状態なんですが、喉がね、なんか微妙に後遺症みたいな感じに残ってて、声が変。皆さんはね、コロナかからないように、お気をつけください。かかるとね、結構きついです。うちの家族全員かかりまして、結構カオスな状況となりました。小さいお子さんがね、おられるところはね、どうしてもそこからこうバーッと広がってしまいがち。どうでもええわ、そんなこと。はい、加工していきたいと思います。はい、というわけでね、S50C に、ADO の 3D11π で下穴開けていきたいと思います。止まり穴です。はい、シングル外しまして、入り口ちょっとゆっくりいって、そこからズボッと速くなるみたいなね感じですね。いきます。はい、途中からね速くなりましたよね。はい、キリコはね完全にブレークして非常に調子いいですね。センタースルーはほんまええね。はい。ちょっとね、意地悪ネタをやってみたいなということでですね、ちょっとやっていきたいと思います。
この穴の半径分削り取りました。はい、ここは 12mm の板厚になってます。もちろんこっちでね普通のタップのね性能っていうのを確認したいなと思うんですが、抜け際で断続になったらどうなるんやっていうのがね興味があるということでちょっとやってみたいなと思います。はい、もちろんこのバリとかはね取っときます。はい、はい、というわけでこちらバリ取りをね完了しておきました。はい、これでね切削タップの場合こういうシチュエーションでやってもですねタップ普通に切れてたんですが、転造タップってどうやねんみたいな、ここのね残ってる部分は抵抗大きいけどこの空いてる分抵抗ないからタップ逃げるんじゃねみたいなところ気になるじゃないですか。というわけでねちょっと嫌気して試験してみたいなと思います。はい、やっていきましょう。 M12 ピッチ 1.75 なので回転数の割に送りが結構速くなるということでですね、結構ドキドキもんですよね M12 なんてね。やっていきたいと思います。こちらコレットスルーとなっております。はい、コレットの方から、クーラントが出ております。なので先端から出ているように見えるんだけれども、コレットからシャンクを伝ってクーラントが出ている状況となっております。はい、怖っ。はい、ここから断続です。回転数はちょっと落としております。意外といくんやな。意外と静か。意外と普通にいっとるな。ほらほら。グッジョブグッジョブ。はい、というわけでですね、こちら、加工終わりました M12 でございます。こちらご覧の通りね、断続、抜け際の断続加工となっております。はい、こっちはね、まあ普通の状態となっております。で、ネジゲージをね、OSG さんからお借りしておりますのでね、こちらでちょっとチェックしていきたいと思います。まあ、こっちはね、大丈夫なのは分かってるけど、こっち広がってるかもしれないですよね。こっち逃げてね。はい、チェックしてみたいと思います。新品や。開けていいんかな。かなりこれロングシャンクのやつですね。ではちょっとチェックしていきたいと思います。まずはこちらから通しの方ですね。はい、まあ、余裕で入ると。まあ、始まりと終わりだけでいいか。完璧。なんていうかね、非常に滑らかに入っていく、ネジの肌が非常にいいというのがね伝わってきますね。このゲージを通すと。はい、止まりです。はい、もちろん入らないと。はい、もちろん通りませんと。はい、では気になるこちら断続の方、入るのは入ると。はい、ご覧の通り入るのは間違いなく入ると。最後通りの方は問題ないと。問題はこっちですね。止まりの方がもしかしたらタップが逃げたことによって通っちゃうかもしれないんでね、はい、確認していきたいと思います。あ、通らんわ。通りません。通らない。問題ないわ。多分。はい、というわけで M12 の方、ちょっとね、こうやって抜け際の方断続にするという嫌気をしましたが、特に問題なく転造タップでも加工できてしまったという感じですね。抵抗が大きくて逃げる可能性もあるんじゃないのかなと思ったんですが、まあ問題なかったと。はい、普通に加工できました。なんかすごい嫌な音がするとかもなく、M12 でもできたという感じですね。で、よく見ていただきたいんですが、
もうネジ山がめちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。はい、断続の方もめちゃくちゃ綺麗。やばい。XPF やばいぞ、これはほんまに。なんでもっと早く使っとかんかったんや。もう最高ですね、これは。はい。ではね、次のタップもね、試していきたいと思います。次は M8 を SS400 でやっていきたいと思います。テーマはね、超深穴ということで、センタースルーの M8 の建造 XPF を使ってですね、こちら SS400 のブロック、40mm。40mm ですね。この 40mm のブロックをこちら M8 のセンタースルーのタップで一発貫通していきたいなと思います。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。はい、というわけでね、ADO のドリルでね、40mm の板圧を一発貫通させていきたいと思います。ステップなしでね、いきます。SS400 なんで、先ほどやった S50C よりかは多少、やっぱ切り子が伸びやすいということで、多少不利ではあると思うんですが、さあどうなるでしょうかということでやっていきたいと思います。おー、素晴らしい。余裕ですね。はい、ドリルはね余裕でしたね。というわけでメインテーマ M8 で 40mm 貫通だから 5D のタッピング加工となっております。 V30 です。結構早めなんですが、深穴タッピングで早めの V って結構きついんですよ。潤滑が追いつかない。ただこれセンタースルーなんでいけるだろうということで30のまんま設定してます。はい、で 40mm 貫通いきたいと思います。はい、センタースルー OK、 レッツゴー。怖っ。はい、オッケー。怖っ。ほれ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 。これは素晴らしいでしょう。これはすごい。はい、というわけでね、40貫通できたということで、素晴らしい。後ほどねチェックしたいなと思いますが、ついでにねもう1個やっていきたいチェックポイント、転造タップということで組成変形を利用しているということは、変形させているわけですよ。ということは壁際のタップの場合、変形させたことによってこう壁が膨らんでしまうんじゃないのかっていうのはあるじゃないですか。今回ねやったやつは膨らんでおりません。というのも余裕があるからなんですが、余裕がないところ、もうキワキワでタップ立てたらどれぐらいで変形するのかっていうのをちょっと今からチェックしてみたいと思います。はい、今回のね、タップは、壁際ギリギリギリでいきたいなということで、ちょっと浅めにしております。40貫通はさすがにちょっと怖いんで浅めにしております。はい、ではいきたいと思います。浅くなったんでね、ドリルはなおさら余裕であるという感じでございます。ドリルによる壁の膨らみはないと。はい、ここは余裕があるはず。さあ、そろそろオーライオーライ。はい、というわけで壁際ギリギリタップチェックしていきたいと思います。やはりね壁際になってくるとちょっと出てる。ではね詳しく見ていきたいと思います。はい、というわけでね M8 の転造タップチェックしていきたいと思います。こちら 40mm 板圧貫通の穴、 40mm 板圧貫通ですね。でこちらが穴がね壁際に寄っていっているのが分かると思います。変形を見る方がこちらとなっております。はい、ではまずこちら 40mm 貫通の方をチェックしていきたいと思います。はい、またお借りしましたネジゲージでございます。またしても新品だ。はい、止まりですね。通しでは40確認したいと思います。ネジ穴バチクソ綺麗ですね。はい、そっか、これ首逃がしで長いからこれ貫通全部見れるな。はい、入り口はゲージ通した時にねもう肌がいいですね。ネジの肌が
明らかに綺麗。気分がいい。あ、絶妙に通らんかった。絶妙に通らんかったわ。まあいいわ。ちょっとこっちからね、出口側から入れてみましょうか。あ、入りますね。タップの先端は4ミリ貫通させました。はい。止まりのチェック。入らない。入らないです。OK ですね。まあ、おそらく全部いけてると思います。はい。で、こちら。明らかにこの2本。まあ、一応ゲージ通してみるか。はい、止まりを、通り OK。止まり通らない。これ一番変形が大きいやつ。通りはもちろん OK と。止まり。通らない。止まりも通らない。はい。まあゲージチェック的には OK なんですけど、こちらですね。明らかに膨らんでますよね。これ。こっちは大丈夫かな。この2本ですね。やっぱ2本が膨らんでいると。で、こっちは M8 の外径を8ミリとしたときに 0.5、1、1.5、2、2.5の壁の厚さになってます。一番薄いところで。壁厚がね、1ミリだとまあもうすでに筋が出てると、うっすらね。で、0.5 ミリだと結構しっかりめに段差が出てるという感じですね。まあ、0.5 はさすがに切削でも多少の影響は出ると思いますけどね。1ミリでもまあ出てるという感じでございます。はい。ただ、まあ、1.5 ミリ以上あれば変形はそんなに出ないということで、そんなにというか、まあ、1.5 ミリ以上あれば変形はね、出てないなと思います。はい。いいんじゃないでしょうか。M8 はね、こんな感じだったと。はい。素晴らしいですね。はい、というわけで最後はですね、M3 の連続タップ加工をやっていきたいと思います。70ケぐらい。しかも M3 で材料は SAS304 でいきたいと思います。めちゃくちゃ嫌な組み合わせだと思います。はい。SAS でね、M3 っていうだけで嫌なのに、さらに加えて深穴でいきたいと思います。はい、今回は SAS304 を ADO5D という型番で加工しております。はい、全く問題ありませんが、ステンレスがメインになる場合は ADO SAS という型番もありますので、そちらを選定してもいいかもしれません。というわけで、SAS304 に M3 のタップ加工をやっていきたいと思います。はい、コレットスルーのクーラントのまとまり方が非常にピンポイントにまとまっておりますので、安心感のあるクーラントの供給になっているかなと思います。はい。そしてイメージの悪い SAS304 のタップ加工もご覧の通りですね、非常にスムーズに加工できるという感じになっております。はい、CAM の方を確認してみましたところ、72ケありましたが、全く問題なく加工できております。はい、少々長いんでね、ちょっとカットさせていただきたいなと思います。はい、というわけで無事加工が終わりました。取り外していきたいと思います。はい、ご覧のような仕上がりとなっております。はい、いけましたね。はい、304で、細系のタップって言えばですね、とりあえず3ミリとか5ミリとかね、機械でやって、でもうちょっと必要なところまで手でやるみたいなパターンあるんじゃないでしょうか。72ケ手でやりますか。はい、ロールタップ使いますか、どっち使いますかっていう話ですね。はい、というわけでちょっとチェックしていきたいと思います。はい、M3 タップチェックしていきたいと思います。こちらは私がね、個人的に持っております M3 のネジゲージでございます。はい、はい、まず通りを、はい、もちろん通ると。止まり穴、はい、入りません。はい、入りません。最後に近いやつ、はい、もちろん通るし、止まりは入りませんと。はい、いかがだったでしょうか。 M3 この数、深さ、9、なかなかのもんじゃないでしょうか。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。転造タップ、非常にね、切削タップから考えると
尋常じゃないぐらい楽に加工できるタップだという認識、持っていただけたんじゃないでしょうか。 M370 何ケツ、はい、M8 40mm 貫通と非常に深穴にも強いし、切削条件も非常に速い、はい、M12 そこそこ径も大きくてピッチも大きいんで、送りも速くなる M12 でも安定加工ができると、ネガティブな、ね、要点をあえて挙げるとするならば、盛り上げタップとも言いますので、この口元もちょっと盛り上がるんですよ。口元も盛り上がる、こうやって見るとね盛り上がるんで、面取りをそこそこしっかりちゃんとねやらなあかんとかあります。はい、下穴にちょっと悩むところが多いと、まず切削タップから転造タップに切り替えるにあたって下穴ドリル持ってはると思うんですが、今まで使っていた切削タップ用の下穴ドリルは使えません。転造には使えません。はい、でかつ切削タップの下穴系に比べると転造タップの下穴系は、交差のレンジがね結構狭いというか、結構シビアに下穴を開けないといけないというポイントはあるかなとは思います。はい、8の下穴で言うたら、6.9 とか7とかあたりを使ってるみたいな記憶があるじゃないですか。 M5 はなんぼ M6 はなんぼって覚えてると思うんですが、そこら辺をねちょっと改めて覚えないといけないという手間さがあるかなと思います。はい、でですね、そのあたりをですね解説した動画が OSG さんの方からどうやら出るということで、もしよければですね概要欄の方に OSG さんの転造タップの下穴解説の動画ありますので、ぜひね見てみてください。ちなみにですね内容もねある程度聞いているので事前にね、お知らせしておきますと、プロが教える転造タップの下穴選定と、はい、プロも何もメーカーですからね、メーカーが教えると言っても過言ではないと、はい、ちょっと和気あいあいと、OSG の社員さんがねいろいろ検証をやっている動画、 OSG ものづくり部のチャンネルの方で上げられる動画となっております。内容は転造タップ下穴サイズのマル秘裏技計算式、はい、からのドリル選定加工までという内容となっております。はい、切削タップだと、例えば M6 ピッチ1だとしたら、6引くピッチ1のだいたい5みたいな、下穴5みたいなね。でちょっと怖いから 5.1 とか 5.2 にしようかなみたいな、そういうのありますよね。はい、そんな感じだったと思うんですが、転造タップにもなんか計算式があるということで、もしよければですね概要欄に貼っております、OSG ものづくり部の下穴ドリル選定的な動画がありますのでね、ぜひ見てみてください。私この機械を買ってから実は今回案件動画となっておりますが転造タップを使いましたが、それ以外にもですね普通に加工の仕事をちょっとご紹介いただきましてやったりしているんですが、もうね転造タップしか買っておりません。はい、切削タップじゃないといけないシーンっていうのは、例えばチタン合金とかは転造タップは確か対応してなかったと思うんですけど、転造タップが対応していない素材でなければもう転造タップしか使いたくないなっていうぐらい快適なタップとなっております。はい、動画のどっかで言いましたが、タップって 2D で不可能なんですよ。はい、もう 2D で不可能なんて言わせないよと言わんばかりのですね転造タップの安定加工、はい、でしかも切り子が出ないから切り子詰まりで折れるっていうこともないと、はい、本当にあれだな、下穴系ぐらいかな。下穴系面取りなんかもプログラムでピッてやったら余裕出てきますし、下穴系のシビアさぐらいかなと思います。はい、でおすすめなのは超高ドリルを使うと。超高ドリルと高いやないかと思われるかもしれないですけど、超高ドリルの方が正直刃持ちがいいと。ハイスドリルより、ハイスドリルを何回も再研磨するよりも超高ドリルでずっといってたまに再研磨みたいなね感じの方が手間も少ないし、なんだかんだトータルコストも低いと、いうことで、もうこれを機にですね転造タップに切り替えて超高ドリルに、切り替えたらいいんじゃないのかなと個人的には思ってます。はい、その方がね安定しますよと、楽ですよと、でなんだかんだ工具費も安くなりますよと、で折れた時のフォロー放電加工機で取る、なんかハードドリル的なもので取るみたいなねやって、でしかも虹山がね無事で済むかどうかはよくわからんけど頑張って取るみたいな、取れへんかったら材料新しいのやって最初から一から再制作みたいなねことになるじゃないですか。はい、そういった悩みがね転造タップに切り替えることによってかなり激減するという確信がございますのでね、ぜひね皆さん試してみてください。はい、すごいでしょ。 M3 この数やってますからね。はい、
抵抗大きそうだから無理なんじゃねえみたいなところがあると思うんですが、割と普通のタップ、普通の切削タップみたいな感じで使える、下穴系以外は。なのでマジでおすすめです。もう早く切り替えた方がいい。私もね、会社員時代の時にもう切り替えとけばよかったなと本気で思いましたね。はい、それぐらい転造タップいいですよと、もう時代変わってますよと、はい、早う切り替えて、早う切り替えて、はい、そう言いたくなるぐらいめちゃくちゃいい。はい、というわけでですね、ぜひ皆さんお試しいただいてはいかがでしょうか。小さい系からちょっと試してみるとかね、 M3、M4、M5、M6 あたりから試してみて、いいやんってなると思いますよ。ぜひお試しください。ちなみにですね、こちらブラザーのマシンスピーディオはタップの同期精度がめちゃくちゃいいというので有名な機械となっております。加えて OSG さんのタッパーの性能も非常にいいということに加えて、最近実感するところとして、ブラザースイスルブさんのクーラント、潤滑性が非常に高い気がします。私が今まで使っていたクーラントの中で一番いい気がします。なのでタップとの相性も非常にいいんじゃないのかなっていう、結構タップをやるということに関しては条件のいい状態で加工しているということは知っておいていただきたいなと、機械に合わせてね、条件等々セッティングしていただきまして、タッパー等の選定もしていただきまして、使っていただきたいなと思います。普通のタップの感覚で使える上に安定感があって切りこ詰まりがない、下穴系がちょっとだけシビアというタップとなっております。早く切り替えないと損しますよ。あと今回の動画はね、タップメインということでやらさせていただきましたが、 OSG さんからご提供いただきました ADO の超高ドリルも非常に調子が良かったと思いますね。非常に性能が高いドリルとなっておりました。そちらもね、合わせてご検討いただければと思います。というわけで今回の動画は以上になります。参考になった、面白かったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。